本日はライブトラック L6Max のファームウェアがバージョン 1.1 にアップデートされたことによって、さらにライブトラック L6Max が一段使いやすい機材になりました。この追放マニュアルを見ながら L6Max のファームウェアアップデートで何が変わったのかを解説いたします。そしていよいよ AG03 からの更新機種としてさらに一つ上のランクに自分の品質クオリティを上げていきたいユーザーの皆さんにとって L6Max が自信を持ってお勧めできるものになってまいりましたので、そのあたりをざっくばらんに語っていきたいと思います。ここで自己紹介をさせてください。今日はマイクをね、この SM7B にしているので、こっちを向いて話しておりますけども、ご容赦いただきたいんですが、私はインストチャンネルを配信しています。コーヒーと言います。2009年から電気屋ウォーカーというポッドキャスト配信を続けておりまして、2013年からこのインストチャンネルを皆様に見ていただいているという状況になっています。今日は番組冒頭お話ししましたように、ライブトラック L6Max、株式会社 Zoom が出しました小型のデジタルミキサーレコーダーです。ちょっとね、見えにくいと思うんですけど、ここに置いてあるんですが、このライブトラック L6Max が実はファームウェアのアップデートバージョン 1.1 というのが当たりまして、これがだいぶ早いタイミングでのアップデートになったのかなと思います。前回私がライブトラック L6Max 徹底解説ということで、ここがというふうに言っていた点がいくつか解消されました。もともとも良かったんですけど、この 1.1 というね 0.1 バージョンが上がったことによってさらに使い勝手の良い機材になりました。で、その前回の徹底解説の時にもお話ししましたが、AG03 というね、ヤマハが出しています配信の入門機としてのデファクトスタンダードではないかなというふうに思っているんですが、ヤマハの AG03 あるいはその兄弟モデルなどからのステップアップとして、ライブトラック L6Max は大変にいい機材に仕上がってますよというお話をしましたが、AG03 の使い勝手を期待していた人がそのままのステップアップとしてライブトラック L6Max を選択するには少し不足があるねといった指摘をね、前回させていただいていたんですけども、そこへの訴求だというふうに考えていただければと思います。この後詳しく解説してまいります。ではまず追放マニュアルというものがありますから、それを見ながら何が変わったのかっていうのを皆さんと見ていきたいんですが、大きく2点の改善がありました。一つはオーディオインターフェースの USB 出力レベルを調整するという機能です。これは何かというと、私がこの L6Max 徹底解説の動画の前後にですね、L6Max を追いかけてる時に、Twitter、現在の X.com で、改めて新しく知り合いというかね、フォローさせていただいた方なんですけども、L6Max を Android かな Android OS の機材に接続して配信した時に音が小さくなるという課題を指摘をしていて、いろんな検証をされていた方がいらっしゃいます。大変えー再現映像というかね、その検証としてとても分かりやすいなと思って、私もふむふむと思いながら見せていただいてたんですけども、その方が指摘していたのが、Android OS かなに接続をしている時だけ出力音声がとても細くなるということを言っていたんですね。その Android デバイスに渡す音声出力が細くなるという、小さくなるということを指摘されていて、L6 の時にはそういうことはありませんでしたよということだったんですよね。で、いくつかの検証動画を上げて、おそらくサポートか何かを通じて、株式会社 Zoom に対するフィードバックがあったのかなというふうにも思うんですけども、それに対する改善がありました。オーディオインターフェースの USB 出力レベルを調整するというのは、ライブトラック L6Max の中で設定項目が新たに追加されて、USB で Android に限らずです。USB で何かを出力する際、パソコンにオーディオインターフェースとして音声を渡す際、iOS とか iPadOS に音声を渡す際、Android に音声を渡す際、そういった時の出力レベルというのが、それまでは設定値自体が存在してなかったのかな。このボリュームダイヤルとかはもちろんあるんですけど、それ以外の設定値がなかったんですが、そこに対して設定値が追加されました。
そしてもう一つがサブミックスとミックスマイナスに内蔵エフェクトをかけるというやつですね。これが私が前回の徹底解説動画の中でもう本当にと言っていたものです。反映されるとは思っていませんでしたが、ここかなと思っていただいたのかなと思うんですけども、内蔵エフェクト EFX と書かれたやつですけど、簡単に言うとリバーブやエコーのような処理のことを言っています。ね、例えばゲーム配信とかでもそうですけど、あと番組のポッドキャストなんかでもそうですけど、タイトルコールとかを叫ぶときに、例えば今日のテーマは、年末年始のお話みたいなことを言うときに、このエフェクトをかけたくなるんですけども、もちろん L6Max では録音しているデータの特にマスタートラックですね、2ミックス、ステレオミックスマスタートラックと呼ばれるところには、このエフェクトをはじめ、それから AI ノイズリダクションやコンプレッサーがかかった音声が録音されていきます。ですが、サブミックスと呼ばれる出力系統にこの内蔵エフェクトは反映されませんでした。サブミックスというのは、例えばライブで使っている時の演奏したり歌ったりする場合の演奏者や歌う人が返しの音として聞く音に対しての出力がサブミックスで使われます。例えば。でこれにエフェクトが反映されないとどうなるかというと、会場の音声にはリバーブがかかった歌声が聞こえているのに、自分はどれほどのリバーブで歌っているのかがわからない、生の音声だけしかモニタリングできないということになるわけですね。そうすると歌い手さんにこれ知り合いの VR チャットでジャズを歌っているシンガーのアズさんにリバーブって聞きたいもんですかって歌う側の人間としてリバーブって聞きたいもんですかって聞いてみたらはいという簡潔なお答えをいただきまして、あ、そうだよねって、だったらサブミックスにはリバーブがかかってなきゃダメだよねと思ったのが一つ。それからミックスマイナスですね。こう今ビデオチャットとかゲーム内チャットとかいろんなところでこう音声通話をするわけですけども、これはパソコンを経由してます。オーディオインターフェースとして L6Max をパソコンに接続をして、L6Max に接続したマイクの音声をパソコンの通話相手に送り、PC を経由して出てきた音声を自分でこうモニタリング環境で聞くわけです。でも同じミキサーを通っているために何も手当てをしないとパソコンから聞こえてきた音はパソコンに返ってきます。ですから相手は自分が発生した音声を何秒と規定はありませんが、2、3秒遅れたエコーとしてまた自分が聞くことになるので、とても喋りにくい状態になります。これをエコーバックとかループバックと呼びますね。もし通話相手がいなければですよ、パソコン上でカラオケ音声を再生して、それを聞きながら歌う。で、カラオケ音声と自分の歌声が配信に乗っていく。こういう環境が作れるわけですね。これはパソコン再生の音声をミキサーを経由してパソコンに返していくことをループバックというふうに呼んだりしますけども、このループバック、同じ現象ですけども、そういう BGM 再生で通話相手がいない、配信だけを行う場面にあっては、ループバックというのは、こんな機能があったら便利ですねというものの一つになりますけども、仮にこれが BGM を再生するプレイヤーではなくて、通話の相手が先にいた場合には、ループバックが発生することによって相手がとても喋りにくい状態に陥ってしまう、ちょっとした問題になるわけです。エコーバックやループバックっていうのは同じ現象なんですけども、シチュエーションによって違うということですね。受け止め方がね。で、そのループバックをなくすというものがミックスマイナスやマイナスワンというふうに呼ばれているものです。これ再三このインストチャンネルでもご説明をしてきましたが、いまいちこう説明が上手にならないっていう課題がありますけどもミックスマイナスというので相手に対するエコーバック、ループバックを発生しないようにしていくという機能があります。これがエフェクトがこのミックスマイナスにはエフェクトがかからなかったんですね。なのでせっかく自分のとこでこんな感じでエコーをかけたとして、よし番組を盛り上げていくぞと、じゃあ今日の、当選者の発表ですなんていうことを言いたい場面なんですが、自分は盛り上がるかもしれないんですけども、通話相手はただ普通のこうフラットな音声だけを聞いていて、なんかコーヒー一人でテンション上がってんなみたいな形になるということです。
ね、あと通話相手がいて同時にライブ配信もしている場合、これが今 OBS を使っている想定なんですけども、通話相手とは Discord のボイスチャットなどでつなぎ話をしていて、Discord の音声っていうのは、そのまま OBS に載せて、ダイレクトにね、OBS に載せて配信に載せます。で、私はこの SM7B で喋った音を L6Max に載せて、その音を OBS に入れて喋りますね。そうすると配信に乗ります。ただし私は通話をしてるわけですから、相手からの音声が私がモニタリングするために L6Max の USB オーディオインターフェースのチャンネル、私の場合は7番に入ってますけども、7番に返ってきます。で、ループバック、エコーバックが発生する状態になっていると、その音声が配信にも乗っていくし、相手にも返っていくことになりますから、不都合があるわけですね。でも、じゃあミックスマイナスを使いましょう。ミックスマイナスを使えば、そのことは発生しませんから、全ての課題は解決します。解決しますけども、このエフェクトがかけられないという、エフェクトがかけられないということになるわけですから、まあちょっとね、演出としても少し物足りなさを感じるわけですね。それがアップデートで対応されました。というまあ2つの大きなアップデートがあって、これがもうだから本当バージョン 1.1 というふうにナンバリングされてますけど、バージョニングされてますけども、これはもうバージョン2なんじゃないかなというぐらい大きなアップデートだと私は感じています。じゃあこれはどうやってそれを実現したのかということですけども、前回もご覧いただきましたが、音声信号の経路などについて解説したブロックダイアグラムという、こっちが L6Max バージョン 1.0 のもの。こちらが L6Max バージョン 1.1 のものです。ほとんどの部分は同じ。何も変更がありません。唯一変更があったのが EFX と呼ばれるパートのダイアグラム。この部分ですね。画面では差し込みをしますが、ここでもちょっと拡大をしてみましょう。EFX というのは、エフェクトのことを3文字の省略表記で書いてあるわけなんですけども、従来バージョン 1.0 の場合は、エフェクトというのは EFX に渡される信号を受け取り、EFX リターンボリュームというここのね、青いボリュームのダイヤルのことですけども、青いノブで調整をかけた後、一番手前側、この左側のところですね、に帰っていきました。一番左側は何かというと、マスター LR です。マスター LR、EFX のラインから信号を受け取り、EFX の効果の適用を終わったものはマスターアウトに帰っていく。で、このマスターアウトに帰っていった信号が、こちらアウトプットの方に引き込まれていきます。ミックスマイナスのラインには載っていません。サブミックスのラインにも載っていません。オグジュアリー1、2にも載っていませんから、EFX が返ってきたのはマスター LR で、マスター LR から AI ノイズリダクションを通り、コンプレッサーを通って、出力される音声というのは、唯一、レックデータマスター LR、それからミックスマイナスをかけていない場合の PC インマスター LR、そしてモニタリング、このヘッドホンとかスピーカーアウトなどのモニタリング環境、ここにのみデータが返っていく、信号が返っていくという仕組みになっていました。ここにどうやら改善の余地があったようです。バージョン 1.1 ではどのようになっているかというと、一番左側にあったマスター LR に追加をして、ミックスマイナスのライン、そしてサブミックスのラインにも信号が返っていくようになりました。ここね、EFX リターンオンオフと書いてますから、設定画面の中からオンにするかオフにするかは自分で選択することができるんですが、EFX のラインで受け取った信号がボリュームを通じ、オンオフ切り替えを通じ、マスター LR、サブミックス、そして、ミックスマイナスのラインに返っていきます。そうするとどうなるかと言いますと、バージョン 1.0 では、実現していなかったミックスマイナスラインですね。ミックスマイナスラインにも EFX が適用された音声が入っていき、出てきます。バイパスされるのは AI ノイズリダクションとコンプレッサー。これは前回の解説でも語った通り、回路的にというか機械的にというか配線的にというか分かんないですけど、そういったレベルで通らないんですね。通らないから AI ノイズリダクションとコンプレッサーはおそらく今後のバージョンアップでも
ミックスマイナスに適用されることはないでしょう。ないでしょう。ただし、その EFX が適用できるようになったことで、ミックスマイナスを使っていなければ AI ノイズリダクションコンプレッサーもエフェクトも聞いた音声がパソコンにオーディオインターフェースとして返ってきますが、ミックスマイナスを使う状態に設定したとしても AI ノイズリダクションコンプレッサーは適用されませんが、エフェクトはちゃんと効果の適用が叶うというね、いうことになります。番組冒頭 AG03 からのステップアップに 100%、100点満点で、進められるね、前振りをしているんですけども、じゃあその根拠は何かということになるんですけども、AG03 のダイアグラムを見ると、エフェクトは、このヘッドホンのモニター環境にも、オーディオインターフェースとして返されるパソコンの、環境にも全部反映されるようなダイアグラムになっています。一方、Zoom の L6Max はバージョン 1.0 の場合にあってはエフェクトが返らなかったんですね。ただし、この 1.1 にファームウェアアップデートをしたことによって、ミックスマイナスの適用がされた状態でも、エフェクトの信号がちゃんとサブミックス、ミックスマイナスに返っていくことになりました。残念ながら L6Max のファームウェアバージョン 1.0 では、このエフェクトがミックスマイナスに乗らないという一点だけで、AG03 からの乗り換えにちょっと躊躇が出る人がいるんじゃないかなというふうに考えてあって、この点がズバッと解決されたということになります。さらに AI ノイズリダクションやコンプレッサーのような機能を、条件によりますけども使用することができるよう。これプラスオンですよね。さらに AG03 といえば都市伝説のように音質が悪いというふうに言われています。圧倒的に初心者ユーザーからの受け入れがあるがために正しく使っていないからノイズ感が生まれやすい調整をしてしまうということがあるんではないかという懸念もあります。ミキサーというのはやはりそれなりの音響機材ですから、パッドとかゲイン調整とかプリアンプ設定とかって様々あって、ちゃんと分かって設定をしないと、本来の性能が引き出せないということが容易に発生するわけなんですけども、その点に対してちょっとAG03 はユーザー層が多いがためにバッドケースの情報が SNS などに載ってくることも多いんじゃないかなというところがあるかと思います。マイクの音量をベースの部分で上げていく最初のアンプのことをプリアンプというんですけども、マイクプリアンプの原因が不足しているのは否めないかなと思います。そういった部分で音質的になかなか簡単に上手にできないとか罠にはまりがちというのが AG03。ここまでね、別に批判をしてるわけじゃないんです。そういうことがあるケースが多いですよねということなんですけど、じゃあ L6Max はどうですかというと、これはバージョン 1.0 の頃から変わりませんけども、そもそもデュアル AD なんですよ。ね、アナログデジタルコンバーターという、マイクプリアンプゲインと一緒に活躍するその音声信号をデジタルに変換してくれる装置が2つついているという。L6Max にはそもそもプリアンプゲイン調整とか入力ゲイン調整みたいな概念がないわけですね。これはなぜならばアナログデジタルコンバーターを2個使うことにしたプリアンプは Zoom が秘伝のレシピで決めたある固定の2つのプリアンプゲインを持つということになっているわけです。これがどこか分かりませんけど、小さい音に対して狙ったプリアンプゲイン、大きい音に対して狙ったプリアンプゲインを、あらかじめ設定したプリアンプを持っているわけです。だから AG03 やその他の機材と同じような、マイクプリアンプゲイン設定とか入力ゲインとかアナログゲイン設定っていうものが存在していません。で、通常だとこれまでの当たり前の機材だと1つの AD コンバーターでデジタル信号に変換していたものを2つの AD コンバーターで、デジタル信号に変換をします。そうして得られた音声というのは、例えばこの、いかにも有名な手話の SM7B はパワーハングリーとか、腹ペコマイクと私は言ってますけども、とてもプリアンプゲインで持ち上げてあげることを必要とするマイクですが、こういった腹ペコマイクであっても設定を必要なく適切なプリアンプゲインに設定されている状態が実現されているというのが Zoom のデュアル AD
32ビットフロート録音の魔法というふうに言ってしまいたくなるゆえんなんですよね。うん。ちょっとごめんなさいね。1.1バージョン、ハームウェアバージョン1.1から随分話が脱線してしまいましたが、で、32ビットフロート録音を使っている、内部的に使っていることによって、フェーダー調整ですね。AG03 でもこう縦にこうね、スライドさせるフェーダーと呼ばれる機能で、配信に乗せる音量の大きさを変えていきますね。いわゆるミックスの作業をするわけなんですけども、それが L6Max では小さいノブ、ダイヤルでそれを調整することになってますが、このノブが実はあのフェーダーよりもはるかに大きい調整子路を持っています。ですから、あね、単純に距離とか回す量とかで比較できないんですけども、今まであった当たり前のアナログミキサーの感覚からすると相当に調整幅が大きい。なぜそんな風に設計されているかというと、このデュアル AD と32ビットフロート録音の組み合わせによってものすごいその調整可能範囲が広いんですね。なので、音が大きい時は小さく絞り、音が小さい時には大きく持ち上げてあげることが、このノブ1個で実現できているというのが、L6Max の32ビットフロート録音デュアル AD の特徴でもあります。なので、AG03 で音質に困っていた方にとっては、で、その音質に困っていた原因っていうのは様々です。マイクの特性に対してプリアンプ性能が足りないから、プリアンプゲインをガーッと上げていってノイズがいっぱい聞こえる状態までしないと配信音声が小さい場合もあったでしょうし、パッドを間違って入れてしまったり、LINE のボタンを押してしまったりとかって、その設定ミスによって、本当は大きく入力されている音声が小さくなってしまう。それをまた持ち上げるから、ノイズ感あふれる音声になってしまうという設定上、調整上のミスもあったかもしれません。その他マイキングとかでちょっとね、このマイクの使い方としてまだもう少し人煮込み必要だなというユーザーさんのシチュエーションにあって、音が小さく感じるなと思うから大きく押してやっているからノイズ感のあふれる音になってしまったなんていうこともあったかもしれません。そのあたりを特に設定を必要なくワンノブでボリューム、ミックスバランスの調整だけで良質な音声が得ることができるというのが L6Max のデュアル AD32 ビットフロートの最大の特徴とメリットなわけですね。ここが AG03 からステップアップして音質が改善するんではないかというふうに考える最大のポイントです。マイクの4入力についてはデュアル AD。でもうこれで困らないわけですよね。LINE 入力については今まで通り適切なそのピークオーバーしないところを狙ってレベル調整をしてくださいということですし、そうは言っても32ビットフロート録音で録音してますから、救われるデータも多いということになりますから、とてもバランスがいい。まさに魔法という。ですから、この AG03 から乗り換えるのに、今最もおすすめできるデジタルミキサーレコーダーは何か、オーディオインターフェース何かというと L6Max ですねという。ただ一点不足していたというそのミックスマイナスに対するエフェクトが、適用されないということが今回のこのアップデートで対応されました。はあ、思いが伝わるでしょうか。ね。そんなことでですね、たったこれだけのことをこんなに時間かけて喋る必要はなかったんですが、思わず喋ってしまったんですけども、AG03 からの乗り換えに大変いいし、L6Max を今までバージョン1.0で使っていた方にとっても大変朗報ですし、これから配信とかに使っていく機材としてもまさに、ほぼ全方位でね、例えばだけど AI ノイズリダクションコンプレッサーがミックスマイナスに効いて欲しかったと言われればそうでしょうね。そうですよ。私もそう思いますけど、できる範囲は決まっていますからね。100% の機材は存在しないというのが私の持論なので、そこのトレードオフというかね、承知はしておく必要があるかなと思います。価格差がありますね。G03 は2万円しないぐらいの金額で出回っているんじゃないでしょうか。1万円台後半ぐらいなんじゃないですかね。それに対して L6Max は、もうちょっと高いです。5万円しないぐらいかな。
Zoom のウェブサイトに載っている価格からすると47,900円ですね。47,900円で販売されています。AG03 は、市場価格になりますが、19,672円と書いてますから、03自体はもう終売しているので、AG03 M2 あたりになるんでしょうか。AG03。でも金額は一緒ですね。19,000円ぐらいが定価ということになっているようですから、安いともう少し安そうですけどね。ですから2倍強の価格差はありますけども、もし AG03 を使っていて、そういう配信とか収録の際の日々のストレスを感じている方がいれば、ステップアップをするのに本当にこれでいいと思いますというふうに堂々と言える、機材にこのアップデートを通してね、なりましたので、これまでちょっと二の足を踏んでいた方もね、ぜひ検討いただければいいのかなと思っております。L6Max に関する質問とかがあれば、できる範囲でお答えしていきますので、YouTube のコメント欄にいただければと思います。以上、追放版ということでございました。ありがとうございました。